2010年代以降のサーブ戦術を語る上でですね、この分類命名方法は、もはや致命的なバグがあるために機能しなくなっちゃってるんです。どういうことかというと、次行ってもらって、はい。例えばですね、ジャンプフローターサーブ、これを従来の命名方法ではどう表現できるかっていうとですね、ジャンプして打つのでジャンプありですよね。腕の振りはオーバーハンドですよね。で、救出はフローターなんで、次行って、言うてみたら、学術名というか学名としては、ジャンピングオーバーハンドフロートサーブっていうことになるわけです。はい。で、次、じゃあスパイクサーブはっていうことで次に言ってもらって、これジャンプして打ちますから、ジャンプありですよね。で、腕の振りはやっぱオーバーハンドですよね。で、救出はトップスピンでしょうから、次、学術名としては、ジャンピングオーバーハンドトップスピンサーブということになります。では、ハイブリッドサーブはどうなるのかっていうことなんですよね。はい。ジャンプありですよね。腕の振りはオーバーハンドですよね。で、問題の救出ですけど、多分無回転で打たれちゃった場合、ふわっと打たれちゃった場合は多分ハイブリッドサーブって呼ばないと思うんで、ジャンプフローターに見せといてそこからスパイクサーブにラインなんですね。ボールが飛んできた場合にハイブリッドって呼んでると思いますので、そうなると、次。じゃあ、ジャンピングオーバーハンドトップスピンサーブってなっちゃって、あれってなるわけですよ。これじゃあスパイクサーブと一緒やんってね。はい。ということで次。実はバレペレで提示した従来のサーブの分類命名方法では、ハイブリッドサーブとスパイクサーブを呼び分けることができないという重大なバグがあったんです。これは何としても修正、アップデートしないといけないということなんですね。はい。では、なぜこういうバグにつながったのか、次言ってもらって、従来の命名方法をちょっと詳細に見ていくとですね、アプローチ、助走、ジャンプですよね。それから腕の使い方、スイング。この2つは、サーバーの体の使い方を表していて、で、そういう体の使い方で実際にボールヒットされた後のボールの挙動、救出が結果としてついてくるっていう、そういう用語の決め方になってますね。つまり、次言ってもらって、結局サーバーの体の使い方を相手のレシーバーなり観客が見て、そこからどんな救出のボールが飛んでくるのかっていうのを予想するという観点になっていると捉えることができると思うんです。インプットがアプローチとスイングで、アウトプットが救出みたいに捉えてもらってもいいです。2010年代以降の現代バレーの場合はですね、サーブといえばもうほぼほぼジャンプして打つサーブしかないですよね。特にトップカテゴリーでは。スタンディングで打つサーブなんてほぼ絶滅してると思うんで、ということは、このうちのアプローチはもうジャンプありのケースしかないので、どんな救出のボールが飛んでくるかを予想する手がかりは、腕の使い方、スイングしかないということになってしまうわけです。じゃあ、次。果たして私たちは、スイングだけでどんな救出のボールが飛んでくるかの予想してるんでしょうか？この3人のボールヒット直前のね、写真を見て、これだけでどんなボールが飛んでくるか皆さん明確に予想できますか？それぞれが誰々選手ってことが分かれば大体なんとなくイメージはできるかもしれないんだけども、それを全く抜きにしたら多分ちょっと難しいんじゃないかなって思うんですよね。これだけでって言ったら。ということはですね、次。要はサーブを打つ時の要素で何かもう一つね、大事なものを忘れてるんじゃないかなと思うんですよね。ということで次行ってもらって、はい。題材は2006年の世界選手権の男子。これフランスだったと思いますけど。はい。打たれるまでの体の使い方、スイング見てどっちか。フローターですよね。これもフローターですよね。はい、次、これは、トップスピンだろうなって
やって見たらわかると思うんですよ、映像で。じゃあ、どこを見てるんでしょうねっていう話で、腕のスイングを見てるとは思いますけど、体の使い方それだけなんかって言われると、なんかやっぱり、もう一個忘れてない？サーブを打つ上で。ボール上げてるじゃん。打つためにボールをトスしてるじゃないって。これなかったら打てないよねっていう。これも要素にあるんじゃないのっていう話なんですよ。つまりボールをどうやって上げてんのとか、そういう話ですよね。実はそこを見てんじゃないかなっていうふうに思うわけです。はい。ということで、サーブトスっていう要素が実は結構大事なんじゃないかなっていうことなんですよ。スパイクとは違って一人で完結するプレーであるサーブはボールを放り上げてくれる他人っていうのはいないわけですよ。だからサーブを打つための動作をするのと同時に自分でトスを上げないといけない。そういうプレーなんですよね。ということは次言ってもらって、先にボールを放り上げて、これは放り上げです。セットお膳立てとは言いません。トスです。はい。自分でただ放り上げるんでトスなんですけど、それを先に済ませてからアプローチを開始するっていうケースと、次。アプローチをまず始めておいて、その途中でボールを放り上げるっていうケースが出てきますよね。自分でこの2つをやらないといけないんで、どっちからやるかっていう話になりますよね。この時間軸の図見てなんか思い出せません？皆さんっていう話。なんかバレーの用語でこんなやつあったよねって。そう。あれです、あれ。あれですよ、次。セットアップを基準とした時間軸の中でアタッカーの助走動作がどのタイミングで行われるのかを呼称する区分方法がテンポでしたよね。はい。バレペディアをもちろん読んでる方はもちろん分かっていらっしゃると思いますし、バレペで知らない人でも配球を見てる人なら絶対分かると思います。はい。おかいのじいさんがひなたに教えてましたよね。はい。ということで、これと一緒やんと。サーブでもテンポ使えるやんっていうことで、次。トスアップを基準とした時間軸の中で、ジャンプサーバーの助走動作がどのタイミングで行われるかを呼称する区分方法をテンポで代用できるって気づいたんですよね。はい。ということで、これを元にして、次。いよいよ新しいサーブの分類命名方法。ジャンプ動作を伴うサーブ、ジャンプサーブ。これを分類する新しい方法をここに提案したいと思います。はい。初めて出します。はい。要は、救出スピン系かフロート系か。と、もう一つは、助走の開始とトスとの関係です。はい。これをテンポで分けれるじゃないっていう話なんですよね。そうすると、テンポ3、つまり先にトスを上げてから助走、そしてトップスピンで打つサーブ。この青で記した部分ですよね。はい。ここが次、いわゆるスパイクサーブになりますよね。はい。で、逆にフロート系なんだけども、助走とトスの関係としては、先に助走を開始しながらトスを上げて、フロート系で打つのが、次赤いところで囲んだやつで、これがジャンプフローターサーブじゃないですかねっていう話に見えてくるかなと思うんですよ。はい。そうすると、このなんかたすき掛けみたいなのこう残ってる部分ですよね。テンポ1でスピン系で打つやつ。とか、テンポ3でフロート系とかいうのが残ってくるかなと思うんで、次行ってもらって。星とこの米印で示したところ。この星っていうのはテンポ1だから、先に助走を開始しながら
トスを上げて、結果的にスピンサーブで打ってくる。これが、次、ハイブリッドサーブなんじゃないですかね。はい。で、もう一つ、テンポ3で、だから先にトスを上げておいて、で、予想して打つんだけど、打つときにふわって打つのが実は結構最近は多いやつですよね。一番最近多いやつだと思います。東京2020とかではかなり打たれてたサーブですけど、これ実はなんて呼ぶのっていうのは結構難しい話なんですよね。うん。だけど、まあ要はこういうことでしょ。こうすれば見分けられますよねっていう話になるんじゃないかなっていうのが今日の最後のスライドになります。はい。ということで、ここでみんなで議論したいと思います。はい